報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第40話、雪山の過酷な挑戦。吹きすさぶ雪風を切りながら、ユーマたちはようやく山間の村の入り口へとたどり着いた。冬の嵐に閉ざされた谷間に、小さな家々が肩を寄せ合うように並んでいる。屋根は雪にすっぽりと覆われ、煙突からノロノロと昇る煙だけが、後の営みの気配を伝えていた。ここが、噂の村か。白い息を吐きながら、ユーマは小さくつぶやく。村に門と呼べるものはなく、木のしがらみを寄せ集めて補強しただけの簡素な出入り口。その内側に、槍を手にした数人の男たちが立っていた。見張りというよりは、恐怖に駆られて集まった住民たちといった風情である。彼らは見慣れぬ予想束の3人を見ると、戸惑いと警戒を入り混じらせた視線を向けてきた。セレスは先頭に立つと、深呼吸をしてから、後ろを振り返った。ここが、私の故郷節霊の村よ。ユーマとリーナはうなずき、肩に積もった雪を払い落とす。その仕草に合わせて、村人たちの視線が一斉に注がれた。子供は母親の背に隠れ、男たちは腰の武器に手を伸ばす。広場に流れるのは、張り詰めた静寂。セレスはそんな空気を断ち切るように声を張った。みんな、落ち着いて。この2人は敵じゃないわ。彼らが、村を救ってくれる。ざわめきが広がる。ゆく煙の向こうから、杖をついた老人が歩み出てきた。白髪を布で束ね、深いシワを刻んだその顔には、長く村を支えてきた重みがあった。セレス本当に戻ってきたのか。擦れた声に懐かしさがにじんだ。セレスは膝を折り、頭を深く下げる。ご無沙汰しております。長老様、旅の途中でこの2人に出会いました。ユーマとリーナ、彼らは、村を救う力を持っています。ユーマとリーナは少し戸惑いながらも、長老に頭を下げた。長老は2人をじっと見つめ、やがてゆっくりとうなずいた。なるほど、目の奥に迷いがない。セレスが信じるなら、わしも信じよう。張り詰めていた空気がわずかにほどけ、子供たちがそっと顔を覗かせる。だがその顔には、希望よりもまだ怯えの色が強かった。ユーマはその視線に胸が締め付けられる。村人たちは、どれほど長く恐怖と隣り合わせで生きてきたのだろうか。セレスは集まった人々を見渡し、声を強める。みんな、私が戻った理由を話すわ。雪山の奥に眠る英雄のブグのことを忘れてはいないでしょう。ざわざわと小さなどよめきが起こる。老人たちは顔を見合わせ、若者たちは半信半疑の表情を浮かべた。英雄のブグー、そんなもの、もう伝説に過ぎない。いや違う。あれは確かにあったと祖父から聞いた。長老がゆっくりと口を開いた。昔、この村を幾度も襲う魔物の群れがあった。その時、羽鳥の英雄が盾を掲げ、村を守ったのだ。その盾には、強力な魔法が施されていたと伝えられている。凍てつく雪すらも力に変え、村を覆う結界を生み出したという。リーナの瞳が輝く。じゃあ、その盾がまだ残っていれば、村を再び守れるはずよ。セレスが答える。しかし村人の羽鳥が叫んだ。そんなもの、遠の昔に失われた。何年も前に探したが、跡形もなかった。伝承にすがっても、魔物は今も山から降りてきて、仲間を食らっているんだ。怒りと絶望が混ざった声に、誰もが口をつぐんだ。冷たい風が吹き抜け、足元の雪を舞い上げる。音のない世界に、ただ心臓の鼓動だけが響いた。ユーマは静かに一歩踏み出す。その盾が本当にあるかどうか、俺にはわかりません。けど確かめる価値はある。たとえ、それが本当に失われていたとしても、何もしないより、ずっといい。その言葉に、村人たちの目がわずかに揺れた。恐れの奥で、
それでも行くのか。ユーマは迷いなくうなずいた。隣でリーナも拳をぎゅっと握る。雪山の奥に眠る英雄の盾、それが本当に存在するのなら必ず見つけ出してみせる。こうして凍てついた村に小さな希望の火が灯った。吹雪の夜を越えて新たな挑戦が始まろうとしていた。翌朝、村の広場には張り詰めた冷気が漂っていた。吐く息が白く立ち上り、空腹そのものが凍りついているかのようだ。セレスは白いマントの裾を整え、振り返る。準備はいい。雪山は生半可な覚悟じゃ登れないわよ。もちろんにゃ。リーナは両手を腰に当て、ぐっと胸を張る。ユーマも小さくうなずいた。いい子、俺たちにできることがあるのなら。3人は村人たちの見送りを受けながら雪に覆われた山道へと足を踏み出した。最初こそ緩やかだった道も次第に傾斜を増していく。岩肌を削る風が容赦なく吹きつけ、雪面は足を取るほどに深くなっていった。さすがに歩きづらいにゃ。リーナが耳をピクピク動かしながら雪に沈んだ足を吹き抜く。でもこんな場所に人が暮らしてるなんてちょっと不思議だね。セレスは振り返り、微笑とも皮肉ともつかぬ表情を浮かべた。好き好んで住んでるわけじゃないけどね。ここ雪霊の村は氷魔法と深い縁があるの。氷魔法。ユーマが首をかしげる。昔この山は魔物の巣窟だったの。だけど氷の精霊に愛された一族がいて、その力で村を守り続けてきた。吹雪を操って魔物を閉じ込めたり、氷壁で村を包んだり、そんな術を受け継いできたのよ。だからこの地では雪霊の守り師なんて呼ばれていた。やるほどそれかっこいい伝説。リーナが目を輝かせる。だがセレスの笑みはすぐに曇った。でもね、今はもう氷魔法を扱える人間なんてほとんどいないの。血が薄れたのか、精霊の加護が途切れたのか、まともに術を使えるのは私くらい。その声には誇りと同じくらい孤独の響きがあった。ユーマはそれを聞きながら胸の奥に小さな痛みを覚える。彼女が村の希望を、どれほどの重圧を背負っているのか改めて気づかされたからだ。そんな会話を交わしていると、遠くから助けを求める悲鳴が吹雪にかき消されるように届いた。聞こえたか。ユーマが足を止める。誰かが叫んでるにゃ。リーナが耳をピンと立てた。3人は迷わず駆け出した。雪をかき分け、岩陰を抜けると、そこには数人の旅人がうずくまっていた。衣服は凍りつき、顔色は死人のように青白い。魔物に襲われて仲間が上ごとのように口にする男の声にユーマの表情が険しくなる。次の瞬間、吹雪を裂くように影が踊り出た。四つん這いで雪をかくように走る黒毛の獣白が狼。雪山を支配する魔物だ。来る。ユーマが剣を抜く。リーナも飛び出そうとするが、その前にセレスが一歩進み出た。ここは私に任せて。彼女が両手を掲げると、周囲の雪点が吸い寄せられるように舞い上がり、瞬く間に氷の結晶が形成されていく。氷鎖よ、凍てつく牙を縛れ。フロストチェーン。山頂の風は氷の葉のように頬を裂いた。地面から伸びた氷の鎖が白が狼の獅子を絡め取る。たけり狂うように抵抗するが、鎖はくしむ音を立てながら獣を抑え込む。今よ、任せろ。ユーマが踏み込み、雷光をまとった剣を振り抜く。稲妻の閃光が走り、白が狼の体を真っ二つに裂いた。ゆく煙が舞い、静寂が訪れる。凍りついた獣の亡骸だけが残され、遭難者たちはその場にへたり込んだ。助かった。本当にありがとう。男たちは震える声で礼を述べ、手を合わせるようにして頭を下げた。どうしてこんなところに
酷な魔法が施されていて、絶礼を守っていたらしい。その言葉にリーナがぷくりと反応した。英雄の盾本当にいい。もう一人の男がうなずく。ただ長い年月の中で力を失い、今はただの鉄くずになったとも言われています。それでも真実を確かめたくて登ってしまったんです。そのやりとりを黙って聞いていたセレスがふっと鼻で笑った。そんなもの本当に残っているならとっくに私が見つけてるわよ。毎年この雪山を歩き回ってたんだから。淡々とした口調の奥にわずかな苛立ちがにじんでいた。伝承を軽んじて命を落としかけた彼らへの怒りか、それとも村の秘密に触れられたことへの反発か。遭難者たちは何も言い返せず、ただうなだれた。リーナが両手を胸の前で握りしめる。でもね、もし本当にあったらすごいと思わない？英雄が触れた盾にゃ、たとえ壊れててもきっと何か残ってると思うの。魔法の気配とか勇気のかけらとか、夢を見るように語るリーナを見て、セレスは呆れたように目を細めた。子供みたいなこと言って、けれどその表情はどこか優しかった。ユーマも黙ってリーナの横顔を見つめる。英雄の盾、たとえ錆びついていようと、ただの鉄だろうと、もし本当に存在するなら、吹きつける風が頬を叩く。まるでその決意を試すかのよう